ちは、ママちゃまです。今日は生肉を瓶詰めにするローパックと呼ばれるやり方をご紹介します。前回の私の動画ではホットパックでやるやり方をご紹介しました。今日初めてご覧になられる方のために説明いたしますと、肉の瓶詰め作りにはホットパックというやり方とローパックというやり方の2種類があります。ホットパックのやり方は簡単にご説明しますと、温めた瓶の中に温めた肉を入れて、そして沸騰水などの液体を入れるというやり方です。そしてローパックの方は温めた瓶の中に生肉を直接入れ、一切の液体は入れず処理中に出てくる肉汁を使うというやり方です。ホットパックのやり方をご紹介した時、初めてそのやり方をやったんですけれども、今回のローパックも初めてやります。なのでどのような結果になるのかっていうのが私自身もとても楽しみにしています。では早速始めましょう。まず瓶詰め作り専用の圧力鍋の準備を行います。こちらの圧力鍋の中にラックとお水3クォート約3リットル分、そして鍋の中の黒ずみを防ぐためのお酢を大さじ2杯ほどすでに入れてあります。今日使用する瓶は約 500ml 入るこちらのパイントと呼ばれる瓶を使います。そして今回も4瓶から5瓶ほど使うことになると思うので、5瓶温めておきたいと思います。瓶の中に半分ほどお水を入れて、こちらを鍋の中に入れます。このような感じで入れました。次に蓋を乗せます。完全には閉めません。この段階では乗せるだけです。これから火をつけますが、今回はローパックなので瓶を温める温度は華氏140度、摂氏60度です。この温度に達したら最低でも10分間ほど瓶を温めます。そして瓶詰め作業が全て終わるまでは保温状態を保ちます。では火をつけます。弱火でつけたいと思います。今回使用する肉は豚肉です。前回と同様にブロック状のものを購入しました。そして肉はチャンクというふうに呼ばれる大きめのカットにしました。こちらの肉で約 2.5kg 分あります。でこちらの肉、骨が中にありましたので、骨を全部取り除いて脂肪もできるだけ取りました。取りきれない分はね、仕方がないと思うんですけれども、これでどういうふうになるのかやっていきたいというふうに思います。では鍋の中の温度を一度確認したいと思います。はい、もうすでに140度を超えて145度ぐらい華氏であります。ここからですね、10分間タイマーをかけて瓶を保温したいと思います。10分経過しましたので、これから肉の瓶詰め作業に入ります。蓋を開けて中の瓶を取り出します。瓶の中に入っているお湯を出します。鍋の温度が下がらないように蓋を戻しておきます。お好みで塩を加えることができます。塩はあくまでも風味付けで、塩を入れることで安全性が向上するということではないそうです。こちらのパイントのジャーに対して塩を入れる場合は小さじ半分です。では肉を入れます。ヘッドスペースは1インチです。これもあんまりぎゅうぎゅう入れない方がいいのかなっていうふうに思うんですが、ちょっとよく分かりません。こちらの YouTuber さんのやり方を見ると割と押し込んでる感じはするんですけど、
こんな感じでしょうか。まあそうですね、まあいい感じじゃないでしょうか。はい、今回液体は入れませんので、キッチンペーパーにお酢を少し湿らせて、そして瓶の縁を拭きます。まあ油というんですか、肉の汚れなんかをきれいに取るということですね。はい、続いて蓋をのせます。スクリューバンドで締めます。スクリューバンド一回止まるところがあります。そこから少しキュッと締めます。はい、このくらいで大丈夫だと思います。はい、瓶を戻し入れて、次の瓶をまた取り出して中のお湯を出します。この作業をすべての瓶に対して行います。最後の一瓶が半分しかお肉がなかったんですね。でこれを一緒に処理しちゃっていいのかどうかよくわからないんですけれども、実験ですね。どうなるのかどうかを見てみたいと思うので、一緒に処理してしまおうと思います。ではこちらを鍋に入れます。では蓋をのせ、完全に閉めます。これから火を強めます。使用しているバーナーはあまり大きくないバーナーなので、このバーナーでの一番強いところまで火力を上げます。ベントパイプから継続的に蒸気が出るようになってきました。ここからタイマーを10分間かけます。蒸気の出方が激しいなというふうに感じた場合には火加減を弱めることもできます。少し弱めてみたいと思います。半分ぐらいにしてみました。はい、これでも、蒸気は出続けていますので、大丈夫だと思います。10分経過しましたので、ベントパイプにプレッシャーレギュレーターを乗せます。続いて弱めた火加減を強めます。私の標高での必要圧力は11ポンドです。圧力計の針が9ポンドぐらいのところに来たら、火力を少し緩め、針の動きをゆっくりにします。火力を緩めないと針が勢いよく動いてしまう可能性があるので、そのために少し火力を緩めて針の動きを遅らせます。圧力計の針が9ポンドを指しましたので、火力を少し緩めました。圧力計の針が11ポンドを指しました。ここから今回の処理時間75分間のタイマーをスタートさせます。これからの75分間は圧力計の針が常に11ポンドを指しているように火加減を調節しつつ見守り続けます。圧力計の針が私の場合ですと11ポンドよりも下回ってしまった場合には、火加減を調節して圧力計の針をまず11ポンドまで戻し、そこから今回の処理時間75分間を最初からスタートさせる必要があります。なのでちょっと大変ですけれども、常に、見守り続ける必要があります。75分間の処理時間が無事終了しましたので、火を消します。圧力計の針が0を指し、エアーベントが完全に下がるまでこのまま放置します。もしこちらの鍋を別のコンロの方に動かす
ことができるのであればその方がいいようです。ちょっとやってみますね。私の力ではちょっと動かすことができませんので、私はこのまま放置します。圧力計の針が0を指し、エアーメントも完全に下がりました。ここでプレッシャーレギュレーターを外すことができます。ここからさらに10分間このまま放置します。10分経過しましたので、ここで蓋を開けることができます。中はまだ相当熱いですので、蒸気が自分にかからないように気をつけながら蓋を開けます。ではこれから瓶を1瓶ずつ取り出します。肉汁がどのくらい出ているのか非常に気になりますね。はあ、見てください。結構出てますね。私もっと少ないかと思ったんですけど、意外と肉汁がたっぷり出ているので、これなら大丈夫なんじゃないでしょうか。グツグツ言ってますよ。はい、では他の瓶もすべて取り出します。取り出した瓶との間隔は1インチから2インチ、約 2.5 センチから5センチぐらいは開けた方がいいようです。瓶はまっすぐ取り出します。はい、最後気になる半分しか肉が入っていなかったもの、どうなってるでしょう。はい、もちろん肉半分しか入ってないので上までは来てませんけど、肉汁は結構出ていますね。これで大丈夫だと思いたいです。瓶を取り出した鍋の中も綺麗ですね。肉汁が溢れ出てはいないようです。どうやらスクリューバンドの締め方もだいぶ上手になったような気がします。このまま12時間から24時間放置します。20時間ほど経過しましたので、蓋が密閉されているかどうかの確認作業を行っていきますが、その前に結果をですね、先にお伝えしたいと思います。5瓶処理をしましたが、そのうちの1瓶だけが成功したと言えるのではないかというような状況です。他の4瓶については常温保存にはどうやら適さないのではないかというふうに判断しましたので、気づいた時点ですぐに冷蔵庫の方に入れてしまいました。ということで、成功したと思われる1瓶の蓋の密閉確認等をまず行って、その後ですね、冷蔵庫に入っている4つの瓶を取り出して、どんな状況かっていうのをご覧になっていただきながら説明をしていきたいというふうに思います。こちらが成功したと思える瓶です。はい、密閉されていない蓋はどのような音がするかというと、中央部分を押すとですね、このような音がします。で、こちらの蓋が同じような音がするかどうかの確認をします。スクリューバンドを外します。はい、で中央部分を押します。はい、音はしません。で、これでも不安な場合には、蓋の部分だけを持って少し持ち上げてみます。完全に密閉されていれば蓋が取れることはありません。はい、これはきちんと密閉されています。はい、では、こちらの瓶の中ですね、ちょっとアップでご覧になっていただこうと思います。なぜこちらの瓶は成功したというふうに思えるのかということなんですが、それは瓶の中の肉汁ですね。こちらが完全に肉を覆ってはいないんですが、4分の3ぐらいまでは肉を覆うことができているということなので、これは保存に適している状態ではないかというふうに思います。でも、ちょっと上の部分がね、肉飛び出てますので、これは時間とともに肉の色は変質してくるそうです。でも中身としては問題ないということなんですが、
まあ気になる場合はできるだけ早く食べた方がいいのかなというふうには思います。蓋の確認ができましたので、次にやることはこちらの瓶を食器用の洗剤を使って一度きれいに洗います。今回全然ベタベタはしていないんですよ。だけど昨日処理が終わった後の鍋をちょっと覗いて綺麗だったんですよね。だけれども匂いを嗅いだらやっぱり肉の匂いがしたんですよね。なのでちょっとわからない部分についている可能性があるので、一回ちゃんと洗った方がいいと思います。乾かした後に油性ペン等を使って必ず日付等を記入するようにします。蓋は1回限りの使用なので、私は蓋に書いています。保管場所は暗く涼しく湿度の低い場所です。最適な温度は摂氏10度から21度、高くても29度以下の場所に保管することがいいようです。そして家庭で作った瓶詰めは1年以内に食べるようにしましょうということです。では続いて冷蔵庫に入っている4瓶をご覧になっていただきます。こちらもスクリューバンドを外してまず蓋の確認作業をしてしまいます。まず真ん中を押して、はい、とりあえずへこんでますね。はい、じゃあ蓋を持ってみます。あ、これはやばい。開いちゃいました。これはもう完全にダメです。はい、次はこれは大丈夫ですね。これも大丈夫です。大丈夫です。3瓶は密閉はされています。しかしこの1瓶は完全に失敗です。蓋が密閉されている3瓶ですね。これがどうして成功と思えないのかということについてご説明します。まずこちらですね。これはちょっと冷えちゃってるので曇ってよくわからないかもしれないんですけれども、もうこれは処理する時にもうすでに肉が半分しか瓶に入っていませんでした。でもこれを処理していいのかどうかっていうことがはっきり私分からなかったんですね。なので、やってしまえということで、どんな結果になるのかなということでやりました。で、その後ですね、調べたんですよ。どうなのかなと思って。そうしたらやはりヘッドスペース1インチっていうのがあるじゃないですか。それはすごく大事で、これだけ空きがあるっていうことは中に空気がいっぱい入ってるっていうことで、今回75分の処理時間だったんですけれども、これだけの空気を75分間の処理時間で全部出すということはちょっと難しいかもしれないと。要するに確認されていないってことですね、テストで。なので本来は処理しないですぐに冷蔵庫に入れてしまった方が良かったようなんです。なのでこれも、長期保存には適さないというふうに判断しました。続いて他の2瓶なんですけど、これはねだいたい同じような感じで、真ん中ぐらいまで、要するに肉汁が半分ぐらいしかないっていうことなんですね。それで以前調べた時にやはり大丈夫だと思えるこの半分以上は液体というか肉汁だったり、何かしらのリキッドが必要だっていうことなんですよ。なのでかなり迷ったんですけど、どうなのかなと思って。だけれどもやっぱり不安に思うことはそのままにしたくないので、これも常温保存にはちょっと適さないんじゃないかというふうに判断しました。4瓶は冷蔵庫の方に戻しました。で、この4瓶果たして安全に食べられるのかどうかという疑問がですね、また私の中にあるんですね。というのも昨日処理が終わったのが夜かなり遅い時間だったんですね。なので、その後私は寝てしまって、そして今朝ですね、瓶を見たところ、あれちょっとこれ大丈夫かなっていうふうに思って、でなんかおかしいぞと思ったのですぐ冷蔵庫に入れたんですけれども、もうその時点で多分10時間以上は経過してたと思います。なので、常温に置いてた時間が結構長いので大丈夫なんだろうかっていうはい、その辺もねちょっとよくわからないんですね。ただ、
この蓋がね密閉されていなかったものは、ちょっと判断は別として、3輪は密閉されていたので、これはですねしっかりと火にかけて、私の標高でしたら10分間ですかね、グツ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 煮るという処理をすれば食べられるんじゃないかというふうに思っていますが、今どうしようかなって思っているところです。今回の感想ですが、ローパックでやるやり方、これはですね、生肉を直接瓶に入れることができるので、肉が柔らかいのですごく入れやすくて、そして煮たり焼いたりという手間が一つ省けるので、洗い物も少なくて済むということを考えるとやりやすいなっていうふうに思いました。ただこうやって結果を見てみますと、肉汁がどのくらい出るのかっていうのがやはりかなり大事になってくるなというふうに思いました。で、成功したと思えるこの一瓶については、多分他の瓶よりも肉を私がぎゅうぎゅうとこう詰めて入れた瓶だと思います。なので、どのくらいの肉を入れたらいいのか、1インチヘッドスペースというのを守りながら、どのくらいの力加減で肉を入れたらいいのかっていうのも、経験を積まないとわからないなというふうに思いました。なので、やりやすさという意味では非常にやりやすかったので、これに懲りずに自分なりに研究というか実践を重ねていって、やりやすいやり方を見つけていけたらいいなというふうに思っています。今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。